すごいですね。こんなに。8本目が改良しました。トヨタイムズの富川悠太です。今回はですね、アジアでのカーボンニュートラル実現に向けたタイの取り組みを取材しました。このタイの取り組みはですね、年末から始まりまして、この数ヶ月でものすごいスピード感で進み始めていたんですね。キーワードは今できることを今すぐやろう。タイのモーターショーに来ています。今トヨタの発表が始まりました。テーマはやはりカーボンニュートラルです。先月タイで開かれたバンコク国際モーターショー。そこでトヨタが掲げたのは全方位戦略を意味するマルチパスウェイという言葉でした。グローバル企業としては CO2 を削減しカーボンニュートラルを実現するには一つではなく多様な手段が必要だという考え方です。時を同じくして別の場所で開催されていたのが、モーターショーに合わせてこちらには電動車などが集められました。水素の燃料電池バスであったり、ジャパンタクシーもありますね、ハイブリッド。そして FCEV のトラックもあります。こんな大きなトラックまで今作ってるんですね。カーボンニュートラルにつながる商用車を集めた試乗会。主催したのはトヨタやいすゞ自動車、スズキ、ダイハツなどで作る CJPT です。なぜ商用車なのか。そこにはタイならではのこんな背景があります。タイは本当にトラックの数が多いんですよね。特にですね、こういう幹線道路になりますと排気ガスの匂いがものすごいんです。ですからそれだけ二酸化炭素も放出されているということですよね。タイでは国全体で排出されている CO2 のうちトラックなどの商用車が占める割合が高いんです。モーターショーに合わせて、こういった試乗会をこのタイで行うっていうのはどんな意味があるんでしょう。この国で CO2 削減しようとした時にまずはこの商用車、働く車からやっていこうというのが背景にあります。去年CP グループさんとのご縁がありました。養鶏場のバイオマスから出てくるあれから水素を作って CJPT の車とコラボして CO2 を一緒に削減できるっていう、この2つがタイでやる大きな理由かなというふうに思っています。 We can't reach carbon neutrality on our own. It must be a group effort and include other industries beyond automobiles, which is why I'm so pleased to announce today our new partnership with Thailand's largest private company, CP. タイの大手財閥であるチャロンポカパングループ、通称 CP。 去年12月、秋尾会長がバンコクを訪問した際にカーボンニュートラルの実現に向けて協力していくことを発表していました。タニン会長、クリス会長と私どもが合意できたのは、何年にどうしようも大事だけれども、今すぐできることを今やろうと。仲間もみんな引き連れて今すぐ CO2 を下げれることを今すぐやろうじゃないかという合意だと。 CP グループでは運営する養鶏場で糞尿から出るメタンガスで電力を賄うなど、もともと環境保護のための活動を行っています。その様子は去年取材させていただきました。 CP グループはタイではどんな存在なんでしょうか。経営するスーパーマーケットを取材しました。こちらはマクロという業務用スーパーです。タイの中に150店舗ほどあるということなんですが、広いですよね。あ、すごい魚いっぱいある。いいですね。この氷にガーンと入れてあって新鮮さを保ってるんですね。あー、お、さすが CP ですよ。チキンがいっぱいある。はあ、すごいですね。こんなに部位ごとにきれいに分かれてね、置いてあるんですね。すごく新鮮なの分かりますよね、色が。あ、こっちは豚だ。
豚足。ちょっと可愛い手ですね。顔もほら可愛い豚さんね。沖縄でねよく僕見ますけど、耳側とかねありますもんね。海外のスーパーって眺めているだけで楽しいですよね。この店舗は特に品揃えもとても豊富でした。こういう段ボール買いもできるんですね、やっぱりね。だからコストコみたいな感じですね。油こうやって売ってたりとか。これだけの量をやっぱりこう運送するって相当なトラックが稼働してますよね、絶対。このお店だけでも仕入れ先から10トン以上の大型トラックが1日3回、小型トラックが1日およそ10台配送に来るなど、かなりの輸送量であることが分かります。トヨタがこう一緒になってね、効率も良くしたりとか、トラックを水素に変えることによってカーボンニュートラルへの実現の道が近くなるっていうのが、トヨタとこの CP のような大きな会社が一緒にこう手を組むっていうのは、それだけ効果が高いっていうのがお店に来てみるとよくわかりますね。こちらはファミリー向けスーパーのロータス。 CP グループが経営する店舗の一つです。このほか農業や通信、不動産など CP はタイ国内で8つの分野の事業を行っているそうです。私たちがよーく知っているこのお店も CP グループが運営しているんです。ぎっしり詰まってます。セブンイレブンに、商品を搬入するトラックが、到着しました。タイ国内で1万店舗以上のセブンイレブンを展開している CP グループ。店舗数は日本に次いで世界第2位を誇ります。商品が配送されてくる様子を取材しました。荷物が運び込まれたらすぐに、商品のチェックを行います。これ到着した荷物ですぐにパソコンにデータが送られることになります。スキャンするごとにどんどんデータが蓄積されていきます。みるみるうちに大量の商品が運び込まれます。ずっと見ていると私気づいたことがありました。半分ぐらいスペースが空いてますね、このボックスは。ほとんど入ってない。こっちもスカスカだ。種類ごとに分けてるからということもあるんでしょうけれども、箱がかさばっていることは間違いないですね。今月 CP グループとトヨタと CJPT はカーボンニュートラルの実現に向けて合意書を締結したと発表。 CP と CJPT が持つデータをもとにコネクティッド技術を活用し、積載効率を上げたり配送ルートを最適化することで今すぐできる CO2 削減を実現することなどが盛り込まれています。このスピード感がアジアでのカーボンニュートラル化に必要なのかなと思った。そうですね。アジアの地域のやっぱり排出量って他の先進国である北米だとか、例えば日本とかねいうよりも少し量的にはやっぱり多いところがありますんで、まずやっぱりスピードを持ってやっていくことに意義があるかなというふうに思います。タイを皮切りにしてますけど、これどんどんアジアに広げていきたいというふうに思っています。今回の試乗会では CP と共同であるチャレンジを行っています。その鍵となるのがこちらの水素。遡ること2ヶ月、ここは CP グループが営む養鶏場。今回のプロジェクトでは養鶏場の糞尿から出るバイオガスに注目しました。 CP が普段は電力に変えているこのバイオガスを今回は水素に変えようという試みです。ガスを充填していますね。今8本目が完了しました。無事に日本に届きますように。いってらっしゃい。タイではまだ水素を作ることができないため、今回は日本にバイオガスを送って日本の施設で水素を製造します。ガスボンベを木枠で囲んで厳重にパッキングを行います。
そしてスワンナプーム空港から日本へ出発です。バイバイ。到着したのはまだ雪が残る北海道の鹿追町。今ゆっくりゆっくりと運ばれてきましたタイの養鶏場で取られたバイオガス、鹿追ファームに到着しました。これが水素に変わっていくことになります。日本で唯一家畜の糞尿から水素を製造し販売を行っている鹿追水素ファームです。今しっかりとつながりました。これで今線キュッとやりましたね。今このタイから運ばれてきたバイオガスがつながりましたので、この管をバーッと通っていきまして、こちらの建物に送られて二酸化炭素を取り出すという工程に入ります。バイオガスからメタンガスを抽出し、そのメタンガスを使って水素を製造します。音などはほぼ聞こえませんが、今この装置の中で水素が作られているんですよ。出来上がった水素をボンベに詰めていきます。そしてこの水素を空港へ運ぶのも水素を燃料とする FCEV トラックです。先日福島で実証実験が始まったばかりの車です。中すごく綺麗。窓というか換気口がついてるんですね。水素を運べるようにしてますので、万が一漏れた場合に備えて、この前は外になってまして、走りながらここの気体がどんどん入ってくるので、中でこう流れるんですか、空気が。はい、水素は基本的にはボンベ漏れないですけど、万が一漏れても滞留をしないように流していくと。このほか水素が漏れてもすぐに検知できるセンサーを取り付けるなど、安全安心にはかなり気を配っています。水素を運ぶトラックも水素トラックっていう、これどんな意味があるんでしょう。日本の中ではまだ水素ステーションの数が限られるとか、認可がなかなか下りない、そういうところを一つ一つクリアしていく必要があります。あえてこの水素のトラックで水素を運ぶことで、将来に向けてどこに課題があるか自分たちで確認しながら、そこを一つずつ解決しているということが一つの目的です。でこの小型トラックであれば、いわゆる準中型という免許で走れますので、いろんな方が走れますし、いろんな街に入っていけれるコンパクトなパッケージとして実現して、水素をより広げるということをトライしています。やりがいありますね。はい、日本を変えていく、その先に世界も変えていくという意気込みでやっております。消費者は使い方がある程度ルートが決まってたりするので、こういうものが非常に入れやすい環境にある電動化技術、ケース技術というのがしっかり育っていくと思っています。水素で水素を運ぶ、キャッチーなチャレンジですけど頑張っております。そしてついにタイに到着した水素。太田さんお願いします。ご無沙汰しております。お願いします。鹿追以来の真冬の北海道から、ようこそタイに。真夏のタイに、水素とともにこっちに来たわけですね。水素を運んできました。あそこに見えてますよ。あれが例の、これがタイから鹿追い、鹿追いからタイ、そうですね、運ばれてきた水素ですね。いろんな国とかいろんな地域で水素に関わる技術開発とかシステムができてます。ただそれぞれやっぱり単独では社会にならないので、こういうところをつないでいくことで社会がどんどん広がるということをやっていきたいと思っています。この水素が市場界での燃料にも使われているということで、今回世界で初めて披露された FCEV 大型トラックに乗せてもらいました。運転は太田さんにね、チーフエンジニア自らお願いしたいと思います。よろしくお願いします。任せてください。よろしくお願いします。ではお願いします。じゃあ全開です。行きます。おお、もう本当に何この加速、すごい。ちょっと待って、乗用車みたい。揺れもトラックでこんなに目線が高いのに揺れもそんな感じないですし、しかも加速がもう半端ないです。びっくりした。音がほとんどしない。クーラーの音がするぐらいでこれは太田さん自信あるでしょう。自慢のトラックじゃないですか。なんとかこれで未来を
切り開いていきたいと思います。トラックでここまで実現できるんですね。そうですね。水素でもトラックを十分動かすパワーが体感いただけたかと思います。いろんな水素エネルギー、バスであったりトラックであったり小さいトラックであったり、いろんな車に適用してカーボンニュートラルをより進めていきたいと思います。この一連のプロジェクトの陣頭指揮を執っていたのがトヨタイムズでもすっかりおなじみのこの人。サワディーカタイ6700万人が幸せになるために我々が貢献できることは何なのか、パートナーの方々と議論を重ねてまいりました。今月から副社長に就任した中島博樹さんです。以前から CJPT のトップとしてタイにも何度も訪れ、今回のプロジェクトを引っ張ってきました。この後スタジオでたっぷりお話を伺います。ということでスタジオにはトヨタの副社長であり CJPT の社長でもある中島博樹さんにお越しいただきました。中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中島さん、はい、3週連続でトヨタイムズニュース出演。ありがとうございます。レギュラーになれたということでこれからもたびたび登場させていただきたいと思います。ありがとうございます。でも引き出し多いですから、これだけ続いても面白い話がね伺えますから、そういうプレッシャーはさておきですね本題に入りますかね。はい、本題に入りましょう。はい、じゃあ私の方からですね、今回 CP と締結しました合意書の内容について説明させていただきますね。3つの領域でカーボンニュートラルへの取り組みを進めていくことになります。まずモビリティソリューション、多様なニーズに応じましてハイブリッド車、バッテリー EV、水素を使用した燃料電池車などさまざまな電動車を提供する。データソリューション、コネクティッド技術を活用しまして積載率を上げたり配送ルートを最適化することで効率化で、今すぐできる CO2 削減を実現すると。さらにエネルギーソリューション、バイオマスを活用した水素の製造ですとか、太陽光や風力を活用した発電などタイならではの再生エネルギーを活用するといったこの3つの領域で協業を進めていくということになりますが、秋夫さんが会見した12月、あの時からわずか数ヶ月でこの合意であったり、実際にもう養鶏場から取ったバイオガスから水素を作ってその水素で走らせている車を、かなりスピードが速いなと感じたんですけども。これ昨年末ですね、当時の豊田社長とそれから CP グループの他任上級会長が、これ3時間の会議でですね、結論が出たのはタイ6700万人の国民のためにですね、今我々ができることを今すぐやっていこうという結論に至りました。はい、私もその場にいましたし、我々のメンバーもいました。できることをまずタイの皆様の笑顔のためにやっていこうじゃないかという非常に一枚岩になれるこのキーワードがあったからこそ、非常にスピード感を持ってですね、仕事が進められたんではないかというふうに感じています。ただタイの人たちにとってみると、いきなり水素っていうのが出てきたわけですから、試乗会でねプレゼンなどもされていましたけれども、そのタイの皆さんの反応っていうのはどうだったんですか？驚いたのはやはり分かりやすいカーボンニュートラルとして、バッテリー EV というのは皆さんご存知ですし、将来はバッテリー EV の世界になるんではないかというおぼろげながらそういうイメージを持たれている方がたくさんおられたんですけど、実際に水素を使ったトラックを乗ってもらったり、もしくはより省エネルギーな車に乗っていただいたりしてさまざまなソリューションがあるんですよということ、それを日本で取り組んでいるその商品そのままですねお持ちして乗っていただいた時に、なるほど、それぞれの使い方に応じていいアイディアの部品がものがあるんだねということをご理解いただいたというのがまず一番大きかったと思います。で、得られた答えがですね、バッテリー EV だけだと、例えば田舎だとその充電設備がない、例えば水素だったら長距離走れるのでよりいいソリューションじゃないかというお声をいただいたり、そういう意味でカーボンニュートラルに向けた山の登り方というのはですね、それぞれの地域国のエネルギー事情にもよりますし、またお客様の使い方によっても変わるんだということを深く今回ご理解いただけたというのが大きな成果だったと思います。このタイでやっていくことっていうのがひいてはアジアで進んでいくこと、これがアフリカですとかまた中東、さらには南米、中南米、
いろんなところに広がっていくという。 CP グループとお話している中でね、非常に興味深かったのが、今回養鶏場から出てきた糞尿、これをベースにしたバイオガスを水素に変えるという話があったと思うんですけれども、これは決してこういう糞尿だけではなくて、例えば皆さんが食べ残したフードウェイスト、もしくはフードロス、こういったものからもバイオガスが作れますし、それからタイの場合ですね、少し離れたところ行きますと本当にいいのどかな田園地域なんですね。でたくさんの農業を営まれている方、養鶏養豚でなりわいされている方たくさんおられます、その彼ら彼女らが、今までだと資源でないと思っていた糞尿だとか、フードロスだとかフードウェイストだとか、こういったものを使って新しいエネルギーができる、そこで、ある意味お金が稼げる、こういうタイの隅々におられる方に向けてもですね、それを生活としてなりわいにできる、そういった循環型というお話をいただいたんですね。これは当然のことはタイだけじゃなくて、周辺の東南アジアの国もそうでしょうし、今富川さんおっしゃったように新興国と呼ばれる国々でも同様のことが言えるんじゃないかということで、よりクリーンなエネルギーを自分たちの生活から生まれている資源で作るという新しい試みだと思ってます。なるほどね。例えばのその養鶏場の方々だったら糞尿は始末しなければいけないからお金はかかっていた方、それが収入になっちゃうっていうメリットもものすごく大きいという取り組みになるわけですね。カーボンニュートラルは大事なんだけれども、それで何か犠牲になるものがあってはいけないと思うんですね。やはり誰一人取り残さないと豊田会長もいつも言われてますけれども、まさにその試みが CP グループのお考えとも一致したということで、一気にスピード感を持って進めているというふうに感じてます。そしてタイの試乗会で初めてFCEV の大型トラック披露されましたけれども、乗ってみてリポートしましたけどびっくりしました。あれだけのパワーでいける、それだけの魅力がまた水素にある。モーターパワーでああいう大型トラックを動かすということがどういうことか、当然これバッテリー EV でもできるんですが、やはり大型トラックの場合たくさんの荷物を積まなきゃいけない。仮にバッテリー EV で長距離をたくさんの荷物を積んで運ぼうとするとですね、当然バッテリーの容量を増やさなきゃいけない、おのずと重量が増えてしまうので、積まなければいけない荷物の量が減ってしまうんですね。で水素の場合は燃料自体が非常に軽いわけですね。ですからたくさんの燃料を積んでもそれだけ重量が重たくならない、こういうメリットがあるので、1回の充填でたくさんの距離を走れて、かつたくさんの荷物を運べる、まさに大型トラックに適したエネルギーだというふうに感じています。一方で試乗会にはいろんな車が並んでました。その中に軽自動車もありました。タイで僕セブンイレブンの取材もしていて、もっともっと効率化できるんじゃないかなって感じた部分もあったんですが、ここでこういうラインナップを用意したっていうのはどんな狙いが？私もセブンイレブンの現場でいろいろと勉強させていただいた中でですね、当然その中の荷物の積載効率を上げていくという切り口もあるなと感じました、ただ一方でその時にですね、店舗から個人のお宅へ配達するバイクで運ばれている姿を何度も目撃したんですね、バイクですから運べる量が非常に限られています。でおそらく近距離なんでしょうか、同じ配達されている方を数時間の店舗にいた間に何度も見たんですね。これを考えますと、日本だと軽の貨物車っていうのは非常にポピュラーですし、我々も宅配物頼みますと軽のトラックで運ばれてくると思うんですが、やはりある程度宅配が増えてくるんであれば、軽自動車のような車で、まとめて運んだ方が結果として、効率的ですし、結果として排気ガスの量も減らすことができるんではないかということで、あくまで日本にある軽、このままタイで走ることは難しいんですが、こういった商品でラストワンマイルの配送というのもあるんじゃないでしょうかという提案で持ち込んでみたんですね。タイに合わせたというか、ジャパンタクシーも用意されていましたけれども、あれが LP ガスのハイブリッド、ここもタイらしいというか。そうですね、これはですね、豊田章男会長の発案でして、そうなんですね。未来のトゥクトゥクというふうに言って、ジャパンタクシーを一度タイに持って行ってみてはどうだと言われましてですね、その時素直にはいとなかなか言えなくて、いろんな規制があるんですね。またいつも通りの悪い癖で、エンジニアとしてのできない要素をいっぱい考えたんですが、でも非常に未来のトゥクトゥクという言葉がですね、私の心を本当に揺さぶりまして、よりエネルギーに対して効率よく走るためにハイブリッドを導入できないかということを考えますと、これお値段がどうしても高くなってしまいます。
ジャパンタクシーですとその価値としてより広いスペース、荷物もたくさん運べる、快適、新たな価値とともに、で今おっしゃっていただいた LPG のハイブリッド、これは日本でポピュラーなんですけど、LPG はタイでも石油生成の時に取れます。その LPG を活用して、多様なエネルギーの選択肢というアイディアとともにですね、もうそのものの車を持ち込んでみました。これが意外だったのがですね、これバンコクのモーターショーでも展示させていただいたんですが、1番人気がプリウス、2番人気がジャパンタクシーだったんですね。これはちょっと秋尾会長にやられたなっていうのが正直なところでございまして、最初はソリューションの一つとして見ていただこうと思ったんですけど、これ導入に向けてどのようにしようかということがまさに今けんけんがくがくと議論が進んでいるところです。さあ今回作った水素というのはタイの養鶏場で取ったバイオガスを日本の北海道鹿追に持ってきて、また水素を作ってから逆輸入するという形になりましたけれども、今後ですね、タイで水素を作っていくということはお考えですか？はい、今回はあくまでチャレンジとしてですね、小さなわずかな量の水素かもしれませんが、太陽のバイオガスを使って、実際に作ったということに価値があるんじゃないか、さまざまな資源がエネルギーになるんだよということをご理解いただくためにやった取り組みなんですけど、やはりこれCP グループの皆さんともお話しさせていただきましたし、また先ほど映像に出てました、トヨタダイハツエンジニアリングマニファクチャリングの社長である小西さんと共に相談してですね、この年末には簡易的な設備ですけど、その TDEM の場所に置かせていただいて、で養鶏場から出た糞尿だけじゃなくて、フードロス、フードウェイストからのバイオガスも、これ成分が変わればまた水素の出方も変わるもんですから、いろんなチャレンジをまず TDEM でやっていこうということで導入することを決めさせてもらいました。それ言っていい話ですか？多分言っていいんじゃないですかね。まだ発表になってないですよね。いや、いいと思います。いいですか？はい。おお、すごい。秋尾さんがずっとおっしゃっていた今できることを今すぐやろうっていう、これを継承して進化させている、まさにその最中ですね。人を動かすっていうのは、その何て言うんでしょうか、動機としてこの一つの言葉ですね、もっといい車を作ろうよだとか、車の未来を変えていこう、やっぱりそれで突き動かされるエンジニアだとか関係者の方がたくさんおられます。今できることをすぐやろうという言葉をずっとつなぎながらですね、タイの未来に貢献していきたいと思います。私もその中島さんをはじめ CJPT が CP と一緒に取り組んでいるこのカーボンニュートラルプロジェクト、今できる取材を今すぐやらせていただくという姿勢でこれからもお願いします。ぜひよろしくお願いします。今後ともまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。中島さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。今回はですね、 TDEM というアジアにおけるトヨタの開発拠点の社食をご紹介いたします。こちらが TDEM の社食です。おお、広い。フードコートみたい。今日からちょうどアクリル板で仕切ってあったのが外されたんですって。だからこうやって仲間で食べに来られるのはものすごく久しぶりなんですって。数年ぶりにこうやってみんなで食べてるっていうことで、だから皆さんこうね、ちょっと食事も会話も弾んでるような感じですよね。楽しそう。じゃあ行きますよね。はい、まずこうブースがいくつも分かれています。ここはキッチン1です。1から7までブースが分かれているそうなんですね。お、寿司、刺身、天ぷらって書いてありますよ。ジャパニーズフードだ。こんにちは。トヨタイムズです。すいません。あれ、これカツカレー。あ、カツカレー。これは？これラーメン。ラーメンにでもカツが入ってますよ。これ何ラーメンなんですか？味噌ラーメン。味噌ラーメンでカツが入ってるんですか？何でもカツ入れてますね、なんか。ね。ありがたいですけどね。カツを入れられてるんだ。ね。これから仕事頑張れと。そういうことですね。頑張らないと。こうやってお弁当もあるんですね。エビフライだったり、鮭があったりとか、丼もあります。いやー、美味しそうだな、この丼。すごい。80バーツから95バーツなんで300円から400円ぐらいで食べられるんですね、日本食が。あそこほら、赤い文字、ムスリムフード&ヌードルってありますよ。イスラム教の人が食べるということですかね。イスラム教の方向けの調理場、ブースがあると思ったらこの裏です。こちらの通路を入って見てください。ね。プレールーム、お祈り部屋。
プレイルーム入ったらこちらに水道があります。入ってすぐここでお清めをまずされるんですね。あ、足もだ、ね、お清めされてます。イスラム教の方向けの料理が食べられたり、こういう部屋があるっていうのはどうですか？本当に嬉しいですね。日本の方ですか？あ、もうおかずが美味しいんですけど。そうなんですか。とても美味しいですね。へえ。どうしようかな。悩んでる。それ何？野菜と鶏肉の炒めたんですね。あ、こうやってどんどん選んでいくんだ。あ、選んでどんどん入れてもらうんだ。そうです。ブースごとにお金を払うところがあるんですね。30バー。はい。で、30バーツ。30バーツ。これで120円？はい。お得ですね。今日は何ですかこれ？これです。チキン？チキンカリー。どうですか？ Yeah, Spicy? little spicy. Little spicy. Spicy is key? Do you like spicy? Yeah, like spicy. すごいね。果物？はい。パイナップルとこれなんですか？ローズアップル。ローズアップル？いいですか？あ、優しい。ちょっとじゃあ食べてみます。いただきます。日本のリンゴみたいな強い甘みはないんですけども、さらっとした甘みでちょっと香りがあるような感じですかね。すごい水分豊富。ローズアップル。こちらはタイのフードヌードルですね。今日は月曜日なのでエンタホヌードル頼んでみましょうか。とにかくね、頼んでみましょうね。うわ、何あれ、ピンクだよ。うわ、ピンク色のスープだ。すごい、ピンクのスープのヌードルだった。エンタホヌードル。ほら、ピンク色のスープです。いただきます。あ、このね、色からちょっと梅っぽい味を想像してたんですけど、塩分が程よい感じでちょっと甘みがあって辛さが強い感じですね。面白い。もうこうやってこんだけいろんなブースがあって、でタイのものも食べられれば日本のもの食べられたり、インターナショナルな料理があったりで、イスラム教の方も食べられるようなところだったり、すごく充実している感じがしますね。パーテーションも今日取れてやっと戻ってきたっていう感じなんですかね。本当にそう、本当にそう。で、これを見ると本当にトヨタの強みなんですよね。コミュニケーションしてそこでネットワークを広げて仕事を進めていくっていうようなことなので、ティーデムにとっての社食は大事な場所なんですね。ものすごく大事な場所。まさにそういうようなチームワークと美味しい食べ物で、そこでエネルギーもちゃんとね吸収して、そこからまた仕事するっていうようなことです。コップンカップ。コップンカップ。